僕らの時代ってライダースっていうと、当時の僕は、もっといろんな古着も好きだったから、なんかこう一枚着てると様になるというか、僕らの時代ってライダースっていうと、アメリカのものしかなかったから、中学生ぐらいの時かな、試着しに行くわけですよ。アメカジショップにライダースが着たくて憧れて、そんな選択肢がないから、いわゆるアメリカンタイプを着てみると。そうすると、それしか売ってないからそれなんだろうけど、これじゃないっていう自分の中で、イギリスのライダース、古いイギリスのライダースに興味を持った、きっかけというか、その理由、ルーツみたいなのがあって、僕らの時代って25年前とか30年近いですよね。でもアメカジしかなかったから、アメリカンカジュアル、ジーパン、スニーカー、T シャツ、レザーみたいな。僕も田舎に住んでたんで、アメカジショップにライダース試着しに行って、いくつか選択肢がある中でこう全部着てみても、これしか売ってないからそれしかないんだけど、何回試着しに行っても、試着してなんか違うなと思って、また家帰って、でまたこう雑誌とか見て、でまた翌週試着しに行って、これなんだけどなんかこれじゃないなみたいな。それがなんかずっと、でも結局買ったのかな、確か。これしか売ってないから。ちょうど世代的にデニムのワンウォッシュノンウォッシュみたいなデニム、濃いデニムが流行って、ボーリングシャツとかちょっと 50s っぽいものが流行って、でそうなるとその上に着るもの、アウターいくつか出てくるじゃないですか。でやっぱ僕らの時代って不良とかアウタローなものに憧れた時代だったから、なんかの影響でレザーっていうのがあったんでしょうね。でもなんか試着しに行ったけど、なんか違うなと思いながら、それしかないから買ったけど、結局着なくて着られてる感じがあったり、当時の自分には体格はね、だってその時でも175とかあるから大人なんだけど、なんかこれじゃないんだよなっていうのがあって、そのまま数年経って、でその後20歳超えてから新品の洋服屋で働いたんですよ、セレクトショップで。いろいろ時代に合わせた商品とかあるから、いろいろレザー買ったり来たりしてたんですけど、でその後に東京によく行ったりとか、いろんな古着屋さん回ってる時に、その古着と新品のまた魅力って違うから、古着のライダースを着た時にたまたま着たやつが、柔らかかったり、シルエットが自分に合ってたりとかで、いわゆるデザイナーズじゃないレザーで初めてこれじゃんっていうのがあったんですね。でそれはその後に分かる、知識がついてきて分かったのは、イギリスの古いライダースだったってところですね。まず当時の古着だと、アメリカのものの方が、ちょっと逆三角形だったり、ウエストがこう絞られてたり、アクションプリーツがあったりとか、あと皮が分厚い硬い。当時のアメリカの古着ってやっぱり強さの象徴、強いイコール重い、硬いイコールいいというか、それが象徴なんで、当時の僕にはグッと来なかったんですよ。だから着てもなんか求めてるのはこれじゃないなって。でその何年かして、20歳ぐらいかな、古着屋で着たイギリスのライダースはシープスキンで、厚みはあるけど柔らかくてクタッとしてて、アメリカの強さとは違うちょっと繊細さがあって、強さが好きな人からすればちょっとこう弱く見えるかもしれないけど、そのポイントがその中学校に時にライダースを着た時にこうピンとこなかったポイントだったんだっていうのは後から分かりました。自分のクローゼットを断捨離しようと思って、いるものいらないものって分けてる時に、その最初に買ったやつが出てきたんです。でそうするとクローゼットがある中で、一枚一枚袖を通して夜な夜ないるいらないってやってた時に、当時気に入ってた古着を見たらより良かったんです。それは新品の洋服の方が、その時代に合わせてモダナイズされてて、雰囲気、空気感を出せるけど、結局それが過ぎてしまうとまた古いものになったり、ちょっと形が古いなと思ったり気に入らなかったりするけど、古着はその人が気に入ればだけど、いいいびつなところがあるんで、その新品の洋服屋を超えた後にそれがすごいよく見えて、でそこで今でも覚えてるのは、すっごい魅力的にすっごいよく見えて、ある意味その日からのめり込んだのは明確に覚えてるので、もっとこの世界を知りたいと思って、でいろんなこと調べたりとか、イギリスのヴィンテージジャケットの出会いとのめり込んだストーリーってところですかね。最初は雑誌
まあいろいろね、古着を特集してるのもあったし、まあ昔はね、みんな雑誌多分全部見てたんで、それを全部見て情報収集したり、でそこに出てる東京の古着屋に全部行って、で当時は安くまだいっぱいあったんで、今思えば渋谷から始まって原宿まで全部歩いて、全部店入って、青山行って代官山行って、また渋谷戻るみたいなで店やる前にイギリス行った方が早いよねってことでイギリスに行ったんですよ。全く英語できなかったけど。でそこでいろいろ見て、まあその辺から結局当時は仕入れではないけど仕入れみたいな感じになっていったって感じですね。でなんでどんどんハマってったかというと、アメリカのライダース、僕らが見てたライダースって基本的に黒、茶色、あとはまあ牛側かまあ馬側か、まあ基本的にこのパターンしか基本的にはないんだけど、イギリスのものの場合はシープスキンが半分以上プラス青とか、まあ時代的なあれもあるんですけど、青とかネイビーとか赤とか、まあ、そういうビビッドなカラーが多かったんで、当時の僕は、まあ、もっといろんな古着も好きだったから、アディダスの古いジャージとか、モトクロス系のなんかトリコロールのカラーとか、あんまりこう男臭いいかつい不良の象徴みたいなのはあんまり好きじゃなかったんですよ。それをちょっと毛嫌いしてるところがあって、まあ体ももともと背も大きいから、なんかそういうの着ると余計怖い人みたいになっちゃうし、だからもうちょっとこう力の抜けた感じが好きで、そこにライダースっていうハードなアイテムなんだけど、シープスキンで軽くて、まあ、今でいう抜け感だとか、あとはブルーとかネイビーになるとレザーイコールバンドもしくはバイク乗ってるんですかみたいな感じじゃなく見えるところがどんどんハマってたところですね。イギリスに、まあその後バイイングに行くようになった時も、まあマーケット行ったり、古着屋さん行ったら、いろんな古着があるわけですよ。もちろんアメリカ古着もあれば、イギリス古着もある。まあ、バブアとかだっていっぱいあるし、全く見てない。もうこうやって見てるのは、レザージャケット、バイカージャケットだけ。ディーラーとかお店の人に勧められても、もういらないって。レザージャケットないかってことしか言ってなかった。で、なんでじゃあレザージャケットにそこまで惚れ込んでハマってったのかっていうと、まあ男の一丁羅的な感じだと思うんですよね。なんかこう一枚着てると様になるというか、でまあ中が T シャツなのか何なのかそのね季節とかで違いますけど、なんかそういう一丁羅的な感じのかっこよさとコロコロ変わんない芯が通ってるところというか、なんか多分そういうところに若い時にまあ惹かれてったんじゃないかなと。こういう感じのは自分のキャラクターじゃなかったなっていうところで、イギリスのものと出会った時にそれがガチッとハマったってところだと思うんですね。まあそれで、まあ、工場とかクレーン免許取って夜勤とかやりながらお金がちょっとまとまって貯まったりもしたんで、また東京でも仕入れられましたし、目利きができたんで買って人に売ったりとか繰り返してたんで、自分の欲しいものも明確だったし、でそうするとどんどん量が増えてくるんで、まあいつか店をやりたいなとは思ってたんですね、その頃に。それが25歳ぐらい、25歳6歳ぐらいかな。やっぱりお店で働いてたんで、最初にセレクトショップでやっぱりお店をやりたいなっていうのはあって、やっぱり結局自分の好きなものを売りたい、それが一番説得力あって、まあ楽しかったから、まあなんか自分が好きなものを売る店をやって食っていきたいなと思ってたんで、こういう店にしようみたいなのをノートを書いてて、こうルーズリーフみたいなのに結構変わってってるんですね。最初は新品と古着のセレクトをやろうみたいな。で、だんだんそれが変わっていってて、古着が増えてきたりとか、レザーの割合が増えてきたりとか、あんまり明確には覚えてないんだけど、そのノートのことを思い出すと、結構昔からお店をやろうと、その洋服屋を辞めた後から考えてイメージしてたんでしょうね。でそれと同時にレザージャケットにのめり込んでってる時期がリンクしてるので、そのレザージャケットが増えるとともに商品は揃ってる状態だったんですよ。ただまあ踏ん切りがつかないというか、お金もかかるし、まあ、やっていけるかっていう不安もあると思うんで、その時に出そうと思ったけど、なんか1年ぐらい伸ばしたんですよ。物件がなかったとか、なんかあれだ、イギリス行ってお金使っちゃったんですよ、仕入れで。まあいいか、欲しいしみたいな。仕入れっていうかもう趣味ですよ。もう買っちゃってたんで、自分の買い物で伸びちゃうわけですよ、お金ないから。
でそうこうしてる時にたまたま一棟貸しで1階2階3階があって、1階店舗2階なんか倉庫みたいなで3階住める風呂があるような、そこが10万で出てて、でそれだったら家賃がプラス3万だったんで、で在庫はもう十分あると、じゃあこれ出そうってことで決めたのを覚えてます。でそこを友達と自分たちで本貸しでやって、オイルステンで壁塗って、なんかまあで壁自分たちでぶっ壊して、まあ多分数十万ぐらいで作った店を最初にオープンしたのが2006年かな。はい。そういえば一つオープンがまあ遅れたというか、まあ結果的に良かったんですけど、当時イギリスのまあディーラーですね、オファーが来たんですよ。彼がnot for saleにしてた商品がたくさんあったんですよ。まあ気に入ってる、売り惜しみしてる商品が。でそれをまとめて買わないかってオファーが来て、当時の僕はそんなにお金もたくさんないし、オープンするお金もまあ貯めてる時期だったから簡単に買えないですよね。まあこういうヴィンテージ商売だと、まあ順番にオファーが来るんで、他にもバイヤーはいるんで、多分当時僕は一番最初じゃないはずなんですよ。そんなに歴もないから。で僕のところに来たのは多分それを買わなかったんですね、他の人が。まとめてドンだったから、まあいらないものも入ってるじゃないですか、アソートだから。で僕それ全部買ったんですよね。まあなんでかはちょっと今覚えてないけど、まあ欲しかったのもあるし、なんかこう引き寄せられたのかで、それでお金が結構減って、ちょっとこうオープンも1年2年伸びたりもあったんですけど、その分商品がバンと増えて、結果的にオープンの時にはすごいクオリティの商品がいっぱいあったっていうのが、まあエピソードの一つですね。多分この中に何着か戻ってんじゃないかなその時のは多分あの鈴木とか多分そうだな。しかもあれサイズ XS なんで誰も着れないんですよ。届いた日のことは覚えてる。段ボールが4つぐらいドーンって届いて、すっごい嬉しかった。U パックかなんかのおじさんが段ボール5個ぐらい持ってきて、ドキドキしてこうやってあげて、うわっつって。人が作ったものなんで、何十年か前にやっぱ時代背景が違うから形がちょっと違うとか、あとはもちろん結局一人にしか届けられないんで、ヴィンテージファンが買ってくれたんですよ。